こんにちは、木内です。今回は洗面やお風呂、トイレなどの水回りのお話です。水回りのレイアウトや注意点、それぞれの事例についても見ていただこうと思います。まず水回りを設置する場所についてです。キッチンの近くに設ける水回りとキッチン近接型と、寝室の近くに設ける水回りと寝室近接型があります。水回りとキッチン近接型は最も一般的なタイプです。水回りとキッチンが近い方が設備もまとめることができるし、家事動線も効率的だという考え方です。一方で水回りと寝室近接型については、水回りは顔を洗ったり裸になって着替えをしたりするところなので、よりプライベートなゾーンにある方が自然だという考え方です。以前は水回りは1階にあるのが一般的でした。そもそも2階に浴室を作るというのがユニットバスがない時代、木造住宅で作るのは難しかったということがあります。ところがユニットバスができて、水回りを2階でも作ることができるようになると、2階に設けることも徐々に増えてきました。着替えを寝室周りに置いていることが多いので、寝室に近い方が持っていくにも便利ですし、風呂上がりにパジャマのまま寝室まで戻ることができます。そしてそれより大きいのは、物干しを含めた洗濯の家事動線が良くなることだと思います。2階に物干し場を設ければ、お風呂場で脱いだ服を洗濯して、そしてその洗濯物を干して取り入れて、畳んで収納することを同じ階でスムーズに行います。物干し場は敷地が広い場合には1階に設けることができますが、リビングから見えない位置に設けようと思うと意外に難しい場合も多いものです。それで物干し場を2階に設けるとなると、水回りも2階にあった方が動線は良くなります。洗濯も自動でやってくれますので、キッチンから離れていてもそれほど手間はかからなくなってきているのではないでしょうか。それと2階の面積が増えて、1階と2階の面積が同じようになるので、そう2階に近づいてコスト的にも有利になることもあります。これは副次的なことですが、続いて水回りのレイアウトについて見ていきたいのですが、洗面室というのは結構曖昧な空間です。もちろん手や顔を洗ったり、お化粧や水黒いをする場所であることは間違いありません。同時にほとんどの場合は洗面室でありながら脱衣室も兼ねます。トイレを2つ設ける場合は洗面室の中に設けることもあります。この時はトイレも兼ねることになります。そんな風に洗面室は兼用されることが多い場所です。この多目的に使用できる洗面室を家族でどう共有するかが間取りを考える上での課題となります。その時鍵となるのが洗濯機の置き場所です。最終的に洗濯機をどこに置くかで間取りにも大きく影響します。まず洗濯機を家事室に置こうという方は何も問題ありません。ユーティリティとも言いますが、ここに洗濯機や掃除を流し、それに室内用のハンガーパイプなどを設けます。ただ敷地と予算の関係から独立した家事室を設けることはそれほど多くありません。それなら洗濯物が発生するのはお風呂に入る時ですから、脱衣室に洗濯機を置けば使い勝手が良さそうです。図のように脱衣室が洗面から独立していると、誰かがお風呂に入っていても洗面が使えますので、特に子供さんが大きくなっても気兼ねなく使えます。また洗面室から洗濯機が見えないので、落ち着いた雰囲気にすることができます。また廊下から洗面室に入る場合は直接入ってもいいのですが、リビングやダイニングに面するときは直接入るのではなくて、このように間を取って中が見えにくくしたいところです。また脱衣室を独立させる場合は洗濯機が見えないので、洗面をオープンにすることもできるかと思います。そうは言っても面積の関係からこの脱衣室もいつも設けられるとは限りません。その場合は洗面室に洗濯機を置くことになります。とは言っても現実的にはこれが最も多いレイアウトです。せめて洗濯機はついたてで隠してやりたいところです。または洗面を広くするために洗濯機を外に放り出して収納部に置くことも考えられます。また廊下から入るのであれば、このレイアウトが一番コンパクトで910リットが 2×5 マスあれば収まります。分譲住宅などでは一番多いレイアウトです。単辺方向からしか入ることができなければ、洗面室に洗濯機と便器も入れることになります。究極はこんなホテルタイプのユニットバスです。最もコンパクトにできますが、残念ながら洗い場はありません。
お風呂についてはユニットバスでなくても欧米風に浴槽床にポンと置くようなスタイルも考えられます。よく泡だらけにして入浴するバブルバスは楽しそうですが、残念ながら入浴後は毎回バスタブを洗わなければいけないというデメリットもあります。このような洗い場のないスタイルはやはり日本人には馴染まないかなと思います。日本人は伝統的に湯船のお湯は家族の共有物と考えているので、浴槽の中では体は洗いません。ですので浴槽の他に洗い場を設けることは必須になります。またユニットバスには1坪タイプと 1.25 坪タイプがあります。1616タイプ、1620タイプとも呼ばれて、ユニットバスの内乗りが 1600mm×1600mm と 1600mm×2000mm となって、主に洗い場の幅が違います。またこのような在来の浴室を作る場合は、だいたい 1.25 坪タイプのサイズでお考えください。こんなハーフタイプといって腰から下だけのユニットバスもあります。腰から上は自由に仕上げることができるので、タイルや木の板を張ったり窓も自由に設けることができます。ユニットバスでもこれくらいの窓を開けることは可能です。洗面室の洗面台については既製品から作り付け家具まで様々なものがあります。収納量でいうと TOTO やイナックスの化粧洗面台をつけたり、造作で作った方が物はたくさん入れることができます。でも最近はカウンターの天板だけにして天然木やタイルを貼ったりしてオリジナリティを模索される方も増えてきました。こんな感じです。天然木のカウンターや好みのタイルを貼ってその上に洗面器を乗せた形です。この場合はタイルの種類やタオル掛けの金物の選定で印象が変わります。せっかく良いタイルを見つけてもこの小口まで上薬が乗った施油されているものは残念ながら少ないんですが、これくらいのものならば施油と謳ってなくっても悪くないかなと思います。タイルの選定は実際のサンプルを見るしかありません。タイルはカタログとは色味や質感が違って見えることもよくあるので、大事なところは必ずサンプルで確かめるようにしてください。こういった質感のあるモザイクタイルは平田タイルや名古屋モザイクのものを選定することが多いです。このタオル掛けや拡大鏡は川順というメーカーのステンレス製のものです。洗面の排水管は下水の匂いが上がってこないように水を溜めることができるようになっています。S 型トラップや P 型トラップという曲がった排水管はご存知だと思いますが、ボトルトラップという見た目がすっきりしたものもあります。少し引いて見えるところでは使ってもいいかもしれません。それとこんな風にカウンター正面の前面に鏡を貼ることもできます。鏡を貼ること自体は難しくありませんが、工場で照明器具の配線の穴開けが必要ですので、詳細な図面を描いておかなければいけません。少し特殊なケースではこんな洗面室も作りました。洗面室に階段をかけて屋上に上がれるようにしています。ここは都心の住宅でバルコニーを設ける場所がなかったので、屋上を物干し場としています。洗面は機能さえ満たせば結構自由に考えることができます。アメリカでインテリアデザインをやっている方から洗面ボールは必ず2箇所、1人1台あるのが常識と聞かされたことがあります。スペース的に難しいとは思いますが、朝の忙しい時間に同時に使えるのは確かに便利ではあります。最後にトイレについてです。お客さんも使うトイレには便器の後ろで手を洗うタイプではなくて専用の手洗い機を設けたいところです。壁掛けの手洗い機やカウンターの上に設置するタイプのものです。中には読書室として本棚を設ける方もおられます。間取り上の注意点としては、扉は外開きか引き戸にしてトイレを使用中に倒れたとしても救助できるようにするのが一般的です。外開きは邪魔になることが多いので、可能な限り引き戸を用いるようにしています。引き戸と便器の関係もできるなら、この上の2つのレイアウトでは右側、下の2つでも右側にして、少しでも便器が見えないようにしたいところです。ただこれは全体の間取りとの兼ね合いになります。それとよくある間取りで気になるのが玄関にあるトイレです。玄関にある場合、水をジャーッと流して出てきたところでお客様と鉢合わせするのは気まずいもので、できるだけ避けたいところです。せめて少し間を取って出てくるところは見えないようにする工夫が必要です。またリビングやダイニングの真横にトイレがある場合もどちら側もなんとなく落ち着きません。
少なくとも扉がリビングやダイニングに向かないようにしておかないといけません。見落としがちですが、広いトイレを設けた場合は、便器を壁から離しすぎないように気をつけてください。離しても便器から450程度にしておかないと、トイレットペーパーを取るのに一苦労します。それと床の材料については、リビングなどのフローリングをそのまま連続させれば良いと思いますが、汚れや水分が気になる方には、タイルをお勧めしています。クッションフロアは安価ですが、耐久性を考えるとタイルが良いかと思います。床については洗面の床を飛ばしてました。フローリングの場合、濡れたバスマットを置いたままにしておくのはよくありません。使った後すぐに移動させればいいんですが、それも面倒だという場合は、タイルを貼ってもいいですし、硬すぎるという方は、ワインの栓にも使われるコルクを貼ったり、サイザルアッサーや塔のマットという選択肢もあります。あと、いわゆる水回り以外にも欲しいところにつけられるのが注文住宅の良さでもあります。2階の寝室の近くに水が欲しいということで手洗い機をつけたり、趣味室に理科の実験用流しをつけたりしたこともあります。水回りを考える際には思い出してください。今回の水回りの間取りをグリッド用紙に書き入れてサーバーに置いていますので、間取りを書こうという方はダウンロードしてご参考にしてください。また徐々に参考図を増やしていきますので、時々覗いてみていただければと思います。今回は以上です。次回からいよいよ間取り添削が始まります。チョゴーさんから非常に完成度の高い作品をご応募いただきました。ご要望や悩みもうまく整理していただいてますので、すごく参考になると思います。悩まれている中庭案なのか、2階リビングになるのか、添削してみたいと思いますので、ぜひ楽しみにお待ちください。それではまた次の動画でお会いしましょう。